世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。仕事のできない人にイライラしてしまって、でついつい強い言葉で、言ってしまうことがあるんだそうです。はい、本来であればそういうこと言いたくないんだけども、どうしても言ってしまうと、そういう時はどうしたらいいんでしょうか。そうですね。親もね、厳しく育てて、親にそういうふうに育てられたので、厳しく言うとね、動いてくれるのかみたいなね、そういうふうに思い込みもあるかもしれないんですよね。やっぱし本当にね、相手の立場を持ってね、それが相手がね、すごく成長して、あなたがね、自信を持つのに、この仕事をね、しっかり完成させるといいんだよっていうふうな、そういう思いやりの気持ちを持ってね、ただ自分が自分の成績に関わるから、この方々がね、そこの部下の人たちがしっかりやらないとね、自分のメンツに関わるとかね、そんな自分のエゴから言われるとね、なんか自分のことしか考えてないみたいなところで反発してね、そういう心がますますこの仕事に対してね、やる気を失わせるっていうこともあるかもしれないんですね。だからね、それでやはり私のところは慈愛っていうのをね、教えて、もっともっと思いやりとかね、なかなかそういう私たちにそういうね、心の奥深くにね、宇宙的愛があるんですね。例えばそれはどういうこと？それは瞑想すると、はい、瞑想っていうのは、ヒマラヤシッター瞑想っていうんですけれども、いろいろ心っていうのはね、こうしなければならないとかね、でそういう自分の価値観でしがらみでね、全部埋め尽くされているんですよね。でその奥にね、思いやりの心っていう愛があるんですけれど、瞑想していくとそういういろいろな心がね、溶けてね、そしてそういう愛が目覚めていく。で、そういう気持ちを持って、思いやりの心を持ってね、無償の愛でね、これはあなたのために言ってんだよってね、僕のね、成績が上がるからっていうことじゃなくて、あなたの幸せのため、あなたが本当に成長して、それで仕事もできて、で、性格も良くなってね、自信もついて、あなたがこれをやり遂げると、あなたのプラスになるんだよってね、生きがいを持つことができるんだよ。そういうね、慈愛を持って言われるとね、そうすると、その部下がね、思いやり持って言ってくださってんだなっていうことで、素直になって、しっかりやられると思う。ついついこちらのエゴが出てしまうのが見透かされてるということです。そうですね、なんか波動的にね、心、なんか言葉尻にね、きつさを感じてね、やる気を失わせるっていうかね。だから瞑想されていくと、自分が変わってくるわけです。でそういう心につながらなくて、イライラがなくなって、思いやりが出てきて、自分の価値観でね、部下はこうあるべきだみたいなの外れてね、相手の立場に立ってね、頑張ってんだなとかね、ちょっと慰めてあげようみたいな優しさが出てくると思う。そういう関係になるとまたすごくね、両方がウィンウィンになって。なるほど。いいんじゃないですかね。そういうつもりで言ってるつもりなんですけど。修行してないとね、やっぱつもりっていうのはね。なるほど。ただ演じてるから。バレちゃうんだよね。バレちゃうんですね。バレちゃう。それはよろしくないですね。そうですね。いい人のふりをしてってもダメよ。本当のいい人になってないわけですね。そう。だからやっぱしね、本当にいい上司だなみたいな。なるほど。だからいろいろなものを取ってね、自分の自己防衛も取ってね、本当に相手のためっていうこと。でその会社のね、成績が上がるように。そういうふうになっていくといいんじゃないですか。だからまたこのね、部下の人もね、そうやって君瞑想するといいよとか言ってあげるとね、ますます能力が高まってね、いい仕事ができるから、双方いい。会社の運が良くなる。
社運っていうのが良くなる。だから個人も良くなるし、社運も良くなるし、で、国の運も良くなるんですよ。とこう、すごくね、クリエイティブな力が湧いてくる。で、それをみんなが喜ぶものを作っていくっていうことが成功の秘訣だと思うんですね。なるほど。そうやって、こうね、自分のイライラも静まりますしね、人格的に自分がすごく、この部下を通して成長させていただいてるっていうことに、ありがたい部下でもある。で、ありがたい上司ってお互いにね、尊敬し合う。だから学びをいただいてる敵じゃないわけです。ということは、これやはりこう、瞑想というものっていうのは、そういう人間付き合いというか、上司部下とか、部下から見た上司、上司から見た部下っていう時にも、この瞑想っていうのはすごく役に立つんですね。だからもう慈愛が出てきて、理解の力が出てきてね、相手を理解するって、相手のね、立場を理解して、愛が出てくるのでね。で、ストレスが取れてね、生命エネルギーが出てくるので、疲れないっていうかね。だからこう人間関係も疲れるじゃないですか、いろいろごちゃごちゃね。だからそういうごちゃごちゃさせる自分の価値観っていうのがね、こうスーッと消えてね、愛になっていくとね、思いやりが出てきてね、複雑にならなくてもっとシンプルになっていく。なるほど。これぜひやっていただくとね、自分自身にもいいし、相手にもとってもいいし、会社全体にいいわけですよね。だから会社のその責任ある立場でね、どうしてもこう緊張しちゃいますからね。そういうのもお任せしてね、でどんどんいい方向に流れていくんです。これはぜひ瞑想は必需品ですね。そうですね。ヒマラヤ疾談瞑想っていうのはすごくね、こうパワフルでね、なぜかというと究極のサマディをね、その聖者がやったので、その本当にね、そういう皆さんを変えるね、エネルギーがあるんですよね。秘宝とエネルギーね。そういうのをいただいてやるとね、ただ座ってるっていうことじゃないんですよね。積極的にそういった精妙な波動がね、チューニングしてね、そしてこう、ストレスのね、すごく混乱したエネルギーをこう整えて、それでスッキリさせてね、で、生まれ変わるということなんですよね。これ今、ヨグマたちとお話をしてるだけでも、すごくこう、心が豊かになってるっていうか、そういうのを感じるんですけど。波動が一点ですよね。間違いなく争い事はなさそうですもんね。そうなんです。起きませんもんね、これ。許し合って、理解し合っていくということでね、どんどんこうね、こういう世の中、不安な世の中ですからね、ぜひ取り入れていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。